と思ってるんです。本日なんですけども、えらい久方ぶりの焼き餃子。もう何年前になるんでしょうかね。1回だけね、焼き餃子を作ったことがあったんですけど、その時、美味しいか、美味しくないかで言ったら、美味しいよりではあったんですけども、僕のね、作りたかった肉汁がジュワってこうこぼれるような、ダクダク餃子にはならなかったんですよね。で、それを踏まえて、数年越しの改良版でございます。久しぶりに沼にはまりましたね。とはいえ、餃子ですので、そんなにね、超長時間の調理とかそういったことでもないので、どうぞお気軽に。ということで、早速今日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、餃子ということで、もう早速餃子のあん作りから始めてまいろうかなと思います。で、今回ちょこちょこと餃子の試作何回か作ってて、万人受けするのはこっちだろうなと思いながらも、谷崎の趣味嗜好をバリバリ抱きしながらいきますので、どうぞそこもお楽しみに。ということで、早速あん作りに参りましょう。谷崎冬のあん作り。では早速今回のあんの材料と、その前に今回あんは、具材とあと調味料別々でお伝えしますので、まずは具材そちらの方から参ります。はい、せーの。こちらから豚ひき肉白菜ぬらで、今回の分量がこちらから 400g 半玉2束で、正直半玉って言っても結構ばらつきがあると思うので、一応グラムとしてはこちらで 1.3kg です。だからだいたい豚肉1に対して3ぐらいの白菜。何回か試作を作ってて、もうこの豚肉と白菜1対1ぐらい、もしくはもう豚肉多いくらいのお肉ギッチギチの肉々しい餃子っていうのも作ってみたんですけど、もちろんそれも美味しかったんですけど、なんというかね、今僕が求めてるのは肉々しい餃子というよりも、野菜多めの、どちらかというとこう口の水分持っていかないようなジューシーな餃子、なんかそっちだったんだなっていう風になりました。で、当然これだとちょっと肉々しさが少なくて、野菜の甘みはありますけど、ちょっと物足りない感じになるので、この後調味料を加えるフェーズでこちらのラード、これを親の敵のように加えます。それで全体でバランスを取ろうっていう算段ですね。っていうか今年白菜いいわ。皆さんのお住まいの地域はわからないですけど、福岡だとですね、もうこの結構ギチギチの白菜半玉が128円。いや、安いわ。しかも今年キャベツもいいですもんね。気候がいいのかな今年は。で、今キャベツ出てきましたけど、もちろんここはキャベツでも大丈夫ですからね。皆さんのお好みの方で。では早速作ってまいりましょう。じゃあまずはこちらの芯がついている段階で、こういう風にちょっとね、玉ねぎのみじん切りする感じで、これがなんか早いような気がする。あとはこちらを細かく刻むだけ。どうせこの後塩もみ一度するので、もっとねしぼんで細かくはなるんですけど、一応もうちょっと細かく、コッパみじん切りまではしなくても一応みじん切りになるようにぐらいで。じゃあこちらの白菜に小さじ1から2程度のお塩。正直これは白菜のシャッキシャキ食感とか、餃子をガブッと食べた時に白菜の塊ゴロゴロゴロっと入ってるような、ちょっと隙間が空いてるような、そういったベジタブリーな餃子がお好きな方はしなくていいと思います。どちらかというとあんがギュッと詰まってる、そういったちょっとヘビーめな餃子がお好きな方はこれしてください。僕はどうせなら一粒でいっぱいお腹いっぱいになりたいので、僕はヘビーめが好きです。じゃあこのお塩をまんべんなくまぶしてあげて、水が出るまでちょっと放置。では続いてぬら。刃先の方はもう普通にザクザクザクと。で、だんだんとこっちの根元に近づくにつれてちょっと細かめに。
ではこのニラを刻んでいる間にこの白菜も絞れるくらいまでだいぶ水出ましたので、もうこのまんま絞ってもいいんですけど、どうせならお塩よりもお醤油とかオイスターソースとかそういった香りのある塩味、それをいっぱい使いたいので、はい、お水、塩を洗い流すようにして、はい、全力プレス。ではこれにて白菜の水抜き完了なんですけども、一応今測ったところ、こちらで今 900g、 もともと 1.3kg あったので 400g ぐらいの余分な水分が抜けた状態です。そしたらちょっと大きめのボウルに今回のひき肉で、ここにお塩、レシピによってはね、ここでお塩を加えないのもいっぱいあるんですけど、やっぱ僕お塩入れたくなっちゃうんですよね。このお塩を加えてこう練ってあげると、なんだっけ、アクトミオシンだ、これをこうやってやるのじゃ全然意味ないので、ハンバーグを作るようにボウルにベタッとなすりつけるような感覚でしっかりとこね上げてあげると、こういう風に糸を引くようになるので、これがアクトミオシン。これがね、肉汁を抱え込んでくれたりとか、全体がね、この肉ダネがまとまるので、やっぱ僕はこれをしたくなっちゃうんですよね。そしたら全体的にしっかりと粘り気も出たところで、今回の白菜、そしてニラ、これらを混ぜ合わせて、実際この段階だと結構水分少ないので混ざりにくいと思うので、ざっくりと。それでは今回の肉ダネに加えていきます調味料たち、せーの。こちらからラード、ニンニク、生姜、オイスターソース、濃い口醤油、紹興酒、ごま油で、今回の分量がこちらから 1kg15× でっかいの1個で、大さじ3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 ですね。もうニンニクはね、入れれば入れるほど美味しいと僕は思ってるので、バカみたいに入れます。で、こちらの調味料たちは一応大さじ3で揃えてみたんですけど、ちょっと控えめにしてあります今。ですので全体一度混ぜてみて、でレンチンで味を確認して、ちょっと物足りなければさらに大さじ1か2ずつぐらい増やすと思います。してやっていきましょう。まずは生姜、もう皮も何も取ることなくそのまんまゴリゴリ。で、生姜に関してはどうしてもちょっと繊維張っているので、こちらの絞り汁だけ、はい、加えてまいりましょう。続いてニンニクももう中の新芽、もうそこはもう取ることなく全部すりおろし。このすりおろしにくい端っこは細かいみじん切りにして、はい、ではその他調味料で、最後にラード。で、この時に鶏ガラスープとかそういったものを加えてジューシーさを出すやり方もね、もちろんあるんですけど、それも試作で作っててちょっと思ったことは、それ小籠包でよくねってなったんですよね。もちろんスープじわじわの餃子も美味しいんですけど、どうせなら肉汁の方で溺れたいなと思って今回はラードを選びました。いや、ちょっと入れすぎな気がしてきた。 800g にしとこう。 1kg ちょっとやめとこう。じゃあこちらを混ぜ合わせて、いや、これ 1kg 入れていいな。で、改めてよし、肉ダネのゆるさ的にはちょうどいいかな。もしくはもう少し緩くてもまだギリギリ耐えれそうって感じですね。じゃあ餃子1包み分ぐらいを取りまして、電子レンジでいってらっしゃい。お、すごい油で、この油ごと
正直僕はちょっと物足りないかなと思うけど、多分餃子のタレつけたら薄味好きの方は好きな味の濃さだと思います。ただ僕はもうタレをつけなくてもそのまんまでも美味しいくらいしっかり味が好きだったりするので、調味料のうち水分の補填とか香り付けの要素が大きい紹興酒とごま油、これはなしにしてオイスターソースと濃い口醤油を大さじ 1.5 ずつ追加。よし、ではこれで再度1個分。美味しいんじゃないか。じゃあちょっと皮が入ることも考慮して、あと大さじ 0.5 ずつ追加して僕はおしまい。なので最終的にオイスターソース、濃い口醤油、紹興酒、ごま油、こちらが大さじ5、大さじ5、大さじ3、大さじ3ですね。そして忘れ物の胡椒。あとはこちらを混ぜ合わせれば、はい、肉汁ダクダク餃子の種完成。すごいよ、もうゆるゆるよこれ。一応前回作った時とのその差別化というか異なる点は、スープじゃなくてラードをたっぷり使ってることと、あとね、前回僕卵液、溶き卵を結構な量加えたんですよ。で、溶き卵が入ると卵って周りを一緒にこうまとめながらギュッと固まるので、俗に言うつなぎの役割があって、肉種全体が1個の塊になってくれるんですよね。だから種のお肉感がすごく増すんですけど、それと同時に中の肉汁も全部抱え込んじゃうので、それこそ親子丼とかね、カツ丼とかでこう返しというか、調味液を卵が吸ってふわふわっと膨らむ現象が起こるので、ちょっとねコンセプトとは違ったかなって思ってたんです。ですので今回は溶き卵も何もなく、俗に言うつなぎ的なものは特にないですね。僕が今不安に思っているのは、こちら焼くと油がもうだるだらこぼれてくる種なので、それでね皮が破れないかなっていうのだけちょっと心配になってます。テフロンしっかりとしたフライパンで丁寧に焼けば多分いけると思いますけど、そしたらこちら今ラードがちょっと常温に戻ってゆるくなってるので、そちらをね固めるという意味でも、でそれから調味液を全体になじませるっていう意味でも、酸化防止のピッチリラップからの、はい、普通のラップ、この状態で冷蔵庫でちょっとキンキンに冷やし込みます。よし、ではしっかりと肉種も締まりましたので、いざ包んでまいりましょうか。でこれが僕の包む時のいつもの構えなんですけど、バット、肉種、皮、キッチンペーパー、お水で、このキッチンペーパーを下に1枚かませて、ボール固定&ペーパーも固定みたいな、そんな感じで僕いつもやってます。でやっぱこういった点心とかをね包む時、やっぱこれ欲しいですよね。ひょこっとすくうやつ、これも数百円で売ってますんでね。いや1000円1500円ぐらいしたかな。で今回の肉種やっぱラードがめちゃくちゃ多いので、冷えるとこんな感じでカッチコチになります。このままだとちょっと包みにくいので、ちょっとこちらをお箸とか、もちろんこれでもいいんですけどね、ちょっとほぐしてあげてからの方がめちゃくちゃ作業しやすいと思います。で今回餃子の皮は自分で作ってないんですけど、最近僕がいつも使ってるのはモランボンさんのこのもち粉入りの餃子の皮、これ美味しいですよね。皮にある程度の弾力が出て僕はすごい好きです。そしてイオンで買える。で包むにあたって今回こちらラードがめちゃくちゃ多いので、こちら火が入るとラードが溶け出してお肉部分かなり少ないんですよ。なのでこちらはできるだけパンパンに入れてください。じゃないと焼き上がりスッカスカになるので、最初のうちはね入れすぎて全然閉まんないってことが起こるかもしれないですけど、慣れればね10個ぐらい包めばだいたいこのくらいの肉種入れたらちょうどいいんだなっていうのが分かってくると思いますので、でプロの方はこの肉種の水分を使って綺麗に包むんですけど、僕はねそれがねなかなかねうまく決まらなくて、僕はお水を使う派です。でもいつも通りやっていきましょう。はい、これでギチギチパンパンですね。これ多分ね1個でだいたい 24g から 25g と見た。はい、 24g。 このくらいしっかりと詰まってくれるといい感じになるかなと思います。
で今回こちら生でいただくというより、正直こちら一回冷凍した方が扱いやすくなるので、今回全部一度冷凍しようと思ってます。なのでバットの上にラップとか何も引かず、しかも打ち込も何もせず、ただそのまんま隙間を空けて並べるだけです。これが餃子同士がペタッとくっついてると、この固まった状態で冷凍されちゃうので、微妙に隙間を空けていただくとやりやすいかなと思います。でこちら参考になるかわからないんですけど、一応僕なりのコツ、包み方のパンパンに詰めるコツとしては、この肉種の量をなんとなく感覚で覚えるってのが1個あるんですけど、それと最初この後ここからしぼめていくんですけど、最後よりも最初のこっちの方がなんていうか、こう肉種を寄せてあげるとなんかパンパンに詰まる感覚があります。横から見るとこうなんですけど、最初にキュッとする方の方がもっこりとしてて、こういっぱい持ってあると思うんです。こうしてあげた方がいっぱい包めるなっていう感じですね。なんかこうこんな感じで。ではあと黙々とやっていきます。そしたらこちらきれいに包めたところで、このまま冷凍庫、そして凍ったものがこちらで、こちらお皿じゃなくてバットなので、バットをちょっとひねってあげると簡単に外れますので、こちらをジップロックにドンで、こうしてあげると当然保存も効くし、あと餃子冷凍しても全然劣化しないのと、冷凍した方があれですよね、お肉だったりとか白菜だったりとかニラだったりとか、こういったものの細胞が一度水分がブワッと膨らんで細胞壊れて、でそれが肉汁もしくはジュースとして焼いた時にブワッと出るので、ワンチャン餃子は冷凍した方が美味しいんじゃないかなと思う派です。そして今ここにあるのが20個、あらかじめ包んでおいたものも含めて全部で180個ございます。今包んだやつ合わせて今ここに200個ある感じですね。でなおかつこれだけ肉種余ってるので、あと40個ぐらいは包めるんじゃないかなっていう量です。ではこちらが凍るまでの間、もうちょっと違うことをしましょう。では今回餃子しか作ってないので、ちょっと卓上が寂しいということで、はい、パパッとお口の潤いで、今回のお口の潤いは土瓶蒸しでいこうと思います。スープ餃子と思ったでしょう。和食が食べたくなりました。正直僕の中では焼き餃子って宇都宮餃子とか浜松餃子とか、どちらかというと中華というよりも僕は和食のイメージなんですけどね。で今回は土瓶蒸しということでパパッと作っていこうと思うんですけども、やっぱ土瓶蒸しといえば松茸のイメージがね皆さん強いと思うんですけど、松茸を使う場合大体の中の具材は松茸で、白身魚としてハモで、エビ、銀杏、大体この辺かなっていうイメージです。で特に松茸とハモってものすごく香りがよく合うよね、すごく相性のいい食材だよねっていうことなので、この2つは大体マストかなっていうイメージなんですよね。ただハモなかなかねスーパーにも並ばないし、まあまあいい値段するので、大体どこのご家庭の冷蔵庫にもある、今回は黄金旗でいこうかなと思います。こちらがですね2週間ぐらい寝かせてます。今お寿司にするならちょうどいい感じじゃないかな。今回は松茸使いません。ですのでこの後登場するキノコ類、そちらにもぜひお楽しみにということでさばいていきましょう。ではこちらの今回の黄門旗、こちらヒレとちょっと邪魔になったんで尾びれ、それから内臓、ここ全部取ってキッチンペーパー詰めて、最近の僕のやり方はこの状態で一応あと目は抜いてね、目結構すぐ腐るので、目はハサミで周りをちょく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 しながら引っ張れば
バツンと切れますんでね。でペーパー詰めたこの状態で、昔ね結構僕こうやって包んでたんですけど、包むとね結構この黄門旗自体の水分結構抜けちゃうのと、あんまり必要ないかなということで、最近はもうこのまんまの状態で僕ラップぐるぐる巻きにしてます。で1日経った時に一度だけこの中の詰め物、これ1回だけ交換して、あとはもうずっと冷蔵庫みたいな、そんな僕はやり方を最近してますね。もちろん寝かせる前しっかりとたわしでこの表面きれいにしてくださいね。ぬめりがあるとすぐとんでもない匂いになるので。そうしたら今回黄門旗、こういった旗系のお魚結構鱗細かいので、今回皮付きで使いたいというのもあって、汁物にこの鱗入るとまあまあな不快感なので、しっかりとすき引きでいきますね。で僕昔はペティナイフ、昔はとか今でもこれで結構やるんですけど、ペティもねもちろん小回り効いてやりやすいんですけど、この2000円で買ったこの薄い刺身包丁、これがねめっちゃやりやすい。やっぱストロークがでかくいけるからやっぱやりやすいですね。はい、これで半身完了。はい、次。一応こういったね、鱗かきでバラ引きでもいいんですけど、どうしてもね、鱗の細かい魚ってどうしても身についちゃうので、身というか取り残しがほぼ確実に起こるので、やっぱなんだかんだこのすき引きが一番確実かなと思います。では早速さばいていきましょう。今回頭とカマは別々に落とそうかな。このエラの形に合わせてズドン。反対側もズドン。あとは関節に入れて、続いてカマ。特にガイドラインはないですけど、このヒレの付け根から斜めに入れて、どうしてもね身がもったいないので、この辺鱗取り残しがあるからちょっと大きく贅沢に取っちゃおう。では3枚におろしていきますね。よいしょ。せーの。さすがに硬いか。で今日おそらく半身で十二分に足りるので、あと腹骨をすくい取っちゃって、で血合い骨も渡して取っちゃって、で今回腹骨をこういった形で外してるんですけど、この真ん中を通らずに、こうするとね一発目からなんていうか切り身がねいい感じに取れるので、個人的には切り身で使うならこっちの方がいいのかなと思う派です。いや別にどうでもいいんですけどね、皆さんのお好きなようにで。あとはこれで2、3日くらいはいけるでしょう。じゃあいただきます。
あら美味しいじゃない。ちゃんと味が出てますね。美味しいわ。肌独特のね、バインバインの強い歯ごたえ、あれも少しだけ残しながら。でも身自体は昆布締めでもしましたかっていうぐらいもうねっとりしてますね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃいい良質なタンパク質を取った感じする。お疲れ様です。これが料理を作る人の特権。はい、というわけで今回使っていく背の方の身と、あと粗関係で、こちらがすき引きした鱗ですね。これ一度カリカリに干してからでもいけると思うし、もうこのまんま開けちゃえば俗に言う鱗チップスになって美味しいのでね、これもいいおつまみになりますよ。こちらは今度牛尾汁かなんかにしようかな。はい、次。皆さん、ちなみに牛尾汁とあら汁の違いってご存知です？あら汁ってこのあらを使った汁物全般をあら汁っていうのに対して、牛尾汁っていうのがこのあらプラス大体昆布だしぐらいで、お塩だけでこう味を決めちゃう。これすごくシンプルな方が牛尾汁。あら汁はどちらかというとお味噌加えたりお醤油加えたり、もっと強みに味をつけるのがあら汁。僕は結構牛尾汁の方が好きだったりしますね。やっぱシンプルな牛尾汁は美味しいよ。では続いてエビ。今回がバナメイエビですね。いつもの通り背わたは抜いて、で最後この尻尾、ここ残したままにされるのであれば、ここの先端をカットしてあげればね、かっこよくなるんですけど、今回ちょっとね鮮度的にそんなによろしくないので、最終的にもう殻全部剥いちゃおうと思います。なので今回はもうこのまんまさっと湯通ししていきます。はい、次。続いて銀杏。大体どこのご家庭にもあるこちらのウォーターポンププライヤーを使いまして、硬い殻が割れたら中身を取り出して、もしねこのウォーターポンププライヤーがない場合は普通のペンチとかなんかそういったものを使われてください。くれぐれも中は潰さないように。これにてあとは湯がくだけで、今回は松茸ではなくてキノコはこちら、大黒本しめじ。僕ずっと大黒本しめじって呼んでましたけど、これ大黒なんですね。皆さんからのコメントで初めて知りました。皆さんありがとうございます。よう見たら書いてるしね、大黒って。恥ずかしい。いやもちろん松茸であれば松茸のね芳醇な香りがね楽しめるんですけど、やっぱ高いのでこっちの方が現実的かなっていうのと、あとね椎茸でも作ってみましたけど、椎茸も美味しいですね。香りはこっちの方が僕好きでした。椎茸でもやっぱ椎茸の香りって結構ねザ・椎茸っていう感じがするので、なんか土瓶蒸しとしてはこっちの方がなんかこの後注ぐカツオと昆布の合わせだしとのなんか全体的な調和がいいのかなっていう感じしました。土瓶蒸しって松茸を食べるね、やっぱお料理ってイメージありますけど、僕どちらかというとお出汁を楽しむものかなと思ったりもするので、そうなってくると本しめじの方がなんとなく良さげ、どっちでもいいんですけどね。で本しめじ、この石突きのポロポロ硬いところ、ここだけささっとお掃除して、でどうだろう、松茸っぽくカットするんだったらこちら半分ので3分の13分の1、これが松茸っぽいかな。ただね本しめじこの傘と軸結構ほら取れやすいので、皆さんお気をつけてくださいね。多分この音苦手な方めっちゃ多いだろうな。切ってる本人は楽しいんだけどな。であと切り物はこちらのすだちくらいですかね。こちら上下でカットして、で種はきれいに除去して、であと絞りやすいごとこんな風にカットしてあげれば、最後こんな感じで飾り付けて完成。では今回の具材のうちこちらのきのこ、こちら以外は全て一度湯通しをしますので、でもって湯通しと一緒にこちらの銀杏はこの薄皮を剥いていくので、最初に銀杏、お水の量こんなもん、これで火にかけまして、でだんだんと沸いてきたらこういったものを使ってコロ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 
コロコロ転がしてやると擦れて薄皮が剥がれてきますので、それを楽しんでください。で全部が全部剥がれなくていいので、なんとなく転がしたら、はい、一回こちらをざるに。そしたらあとはこちらも手でこうやって簡単に剥けますので、全部つるんとした状態にしてあげてください。で待ちきれない人はもうこれに塩をちょんちょんとつけて食べちゃってください。そしたら先ほどの切り物には登場してなかったんですけど、土瓶蒸しには必要不可欠な三つ葉、こちら茎の方からチャポンと十分にしんなりとしたら氷水にチャポン。あとは食べやすいように、こんな感じに結ぼうかな。輪っかに通して葉の方をキュー。はい、こんな感じ。はい、続いて黄門旗。こちらも感覚的には油脂もあれをするように表面が白っぽくなればもう OK。 これも氷水にっぽい。はい、最後エビ。いってらっしゃい。でエビ、この後最後土瓶蒸しっていうことで蒸し上げるんですけど、その時にもまだ軽く火は入るので、もうほんと入れてからものの10秒ほどで OK。 でこちらも殻むいて、もうエビに関してはまだ全然半生って感じですね。以上、これにて具材の処理終了。では今までで土瓶蒸しの具材、そちらの準備は終わりましたので、土瓶蒸しに注ぐお出汁ですね、こちらを取ってまいります。もうこれはもういつも通りなので、もう省きますね。冬場なのでお水も冷たいので室温も冷たいので、今回のは羅臼昆布なんですけど、羅臼昆布にお水を張ってだいたい4時間ぐらい放置して、で今こうやって火にかけてだいたい65度キープで1時間経ったら引き上げて、ここからは火を強めて昆布のぬめりを除去。そしたら一度火を止めて、鰹節はさあ1分ほど煮出したらこちらをこして、そしたらこちらで引けたお吸い物用のお出汁に香り付けの薄口醤油、あとは味を見ながらお塩、よし、バッチリ。そうしましたら土瓶蒸しを仕上げてまいりましょう。皆さんのご家庭にある急須とかね、土瓶とかやかんとか、なんかお好きなものを使われてくださいね。うちはたまたま最近買った南部鉄器があったので、そうしたら先ほど準備したもののうち、こちらの三つ葉、これ以外を何もかんもぶち込んで、そして今回のお出汁、で土瓶を使う場合、お店によってはそのまま直火でね、コンロでこう火にかけるところもあれば、ちゃんと蒸し器でね蒸されるお店もあれば、お店によりけりって感じですけど、今回はちょっとこのスペースで餃子焼きながら蒸すっていうのは難しいので、今回直火でいきます。で沸いてきたらもう火を止めて三つ葉を加えて蓋閉めて、これにて完成という流れで参ります。というわけでこの子は出番が来るまでグッバイ。じゃあ最後、今回せっかくね大門旗のこちらの鱗があるので、こちら上げて箸休みにしていこうと思います。はい、旗の鱗揚げ完成。はい、というわけで、はい、これで肉汁ダバダバ餃子パーティー2025の出来上がりです。で、実食編へ行こう。
というわけで無事に完成しました。何にもない。じゃあ早速焼いていきましょうかね。でうっすらとサラダ油を引きまして、今回の餃子たちどうしようかな。円形に並べよう。そしたら火にかけてパチパチしてきたところで、はいお湯で、ここで蓋をしたくなるんですけど、蓋をすると中の温度って確実に100度になるじゃないですか。すると餃子膨らんで結構破けることが多かったので、だから僕はここでホイル、これをポイ、最近こうやって焼くことが多いです。そうしましたら土瓶蒸しもかなりいい感じですので、三つ葉、あとはもう蓋をして、これで OK。だいぶ音が変わってきましたね。あとはこちらの水分を飛ばしていきましょう。そしたらだいぶいい感じに焼き目もついたので、はい、スライドからの、はい、餃子焼き上がり。そうしたらせっせと第2陣。いただきます。最高。じゃあまず初手安定のお口の潤いに行きたいんですけども、冷めるので、まず餃子からかな。じゃあまずもうタレも何もつけずそのままで。もうバカほどうめえ。ニンニク効いてるね。もうタレ必要ないぐらい、もう塩分的にもそれから香り的にもしっかり味ですね。で肉汁がこぼれるかどうか問題ですけど、ちょっと伝わりづらいですけど、ジュワジュワ結構ね、もう流れ出ちゃってる感はやっぱ否めないですけど、それでもやっぱ中にたっぷり入ってますよ。正直満足度的にはかなり高い。よいしょ。でやっぱね、こんだけラードをねたっぷりと使ってるので、お肉対野菜の比率今回 400g 対 1.3kg ですよ。だから3倍ぐらい野菜の方が多いんですけど、味わいはね、肉、ものすごい肉のコク深さを感じますよね。でも食感とかそういったものは野菜中心なので、めちゃくちゃ軽い。もう最強じゃないですか。口当たりというか食感すごく優しいというか、軽いのに味わい肉って、やば、これめっちゃ美味しいんやけど。ただこの流れ出るスープはどうしたらいいんですかね。どうやったらとどめられるんだろうか。包み方の問題、それとも皮の厚みの問題。次はこのあんをどうやって包むかですね、改善するなら。でも流れてたって言っても、もう食べてる感じ小籠包並みにダラダラ流れてくるんですけどね。これはこれでいいのかな。これは今日明日誰にも会えませんね。ニンニクがすごすぎる。じゃあもうちょっと今お腹ペッコペコなので敗食ボッツ。いや、すごいわ。今の2つ、これはね、結構伝わりやすかったかなと思うんですけど、食べてる時の僕の口の中を皆さんにお見せできないのがすごく悔しい。もう全部じわじわなんですよ。これ多分ね、食が細い方やったら14個ぐらい食べたらお腹いっぱいになるんじゃないかな。いや、14個も食べれんかな。すんごい満足感。ね、すごいでしょ。で、僕さっ
きあんの包み方がとかって言ってましたけど、多分これでいいんでしょうね。こんだけ溢れてくるもん。そしたらはい次。そしたら餃子焼いてるうちに土瓶蒸し。出てるね。やっぱしめじのお出汁って正直松茸よりも癖ないじゃないですか。もうキノコの中でも結構群を抜いて癖がないと思うんです、しめじ。だからね、みんなから愛される土瓶蒸しって感じ。松茸ももちろん美味しいですけど、しめじもいいですよ。じゃあここにすだちをちと絞って。うまっ。ちなみにこのすだち、もうこの土瓶の中に絞っちゃう。それからこの中に絞る。もしくはこの切り込みを使ってこうやってこう湯飲みの周りをこうスーッと撫でて香りをつける。皆さんどれ派です？僕絞る派。湯飲みの中に。そしたらお待ちかねの具材たち。うまっ。もうまたうまっ。油ぬるぬるじゃん。ふわふわじゃん。噛めないじゃん。ほんとジューシーな綿。バナメ本日の異常はなし。でもちょっとパサパサしちゃったな。これパサつかせないためにはどうしたらいいんですかね。エビ後入れ、それでもいいかも。ちょっと火通りすぎたなって感じします。やばい、これ満足感がすごい。この鉄器大体 750cc から 800cc ぐらいしか入らないんですよ。この土瓶蒸し、部活でよく使ってた金色のでかいやかん、あれいっぱい欲しい。無限にいける。銀杏ホクホクねっとり。続いて鱗揚げ。皆さん見て、さながらあれですね、甘鯛の松笠揚げ。めちゃくちゃ香ばしい。今回の黄門肌そんなに大きくなかったので、鱗もねその辺大きくなく、こういう食べ方をするならちょうどいいサイズですね。というか、こんだけ全然気にならんぐらいの鱗の硬さであれば、もうそれこそ甘鯛みたいに松笠揚げ、松笠焼き、皮と鱗がついたまんま油をかけながらこう仕上げる調理法、もうできそうですね。これはいいおやつだわ。はい、鱗揚げ完食。よし、普通にちょっと焦げた。そしたらこっからは餃子のタレで、それをべしゃべしゃにつけて、もううまい。タレがついて完成された気がする。でもちょっとほろ苦いね。濃いの味がする。そう、この焦げが。で、餃子の食べ方、お酢と胡椒の酢胡椒なんかもあったりして、でそれがお好きな方もね結構いらっしゃると思うんですけど、僕やっぱなんだかんだタレに帰ってきちゃうんですよね。べしゃべしゃにつけてこれを。やっぱこうタレがつくと白米かっこみたくなる味になりますよね。これね、ご飯炊けばよかったわ。はい、では続きまして餃子のタレに、柚子胡椒。やっぱ僕はこの食べ方が一番好きだな。入れすぎた。絶対辛い。やっぱこれだね。柚子胡椒最高。当然のことながら餃子ってビールとめちゃくちゃよく合うじゃないですか。それが柚子胡椒と出会っちゃったらもうね、反則だよね。いや最高ですな。よいしょ。
土瓶蒸しも完食で、ここまで食べ進めてみて思ったことは、ちょっとくたびれますね。こんだけね、ずっとこうピストン運動してるとね。なので今回はもうぼちぼち締めようかなという感じになってきてます、僕のメンタルが。なので今回こちらの餃子ときましたら、よいしょ、はい、油そば。もう餃子を食べると無性に麺が食べたくなる、これは何なんでしょうね。こちら数ヶ月前に油そばの動画を上げたと思うんですけど、その後もなんだかんだ試作ずっと作ってて、まだまだ未完成ではありますけど、今の僕の油そばです。うお、素敵なセット。うん、やっぱこの泥がうまいわ。マジでうめえ。ちょっと食没。はい、油そば完売。麺をね、伸びきる前にね。で、残りはこちらの餃子、ゆっくり食べてまいります。ってなわけでして、じゃあまずスパート。ございました。いやー、うまかったね。もう僕の中では一応前回の肉汁が出てこない餃子、あの時の餃子の雪辱は果たせたかなと思います。で、焼き方も最初アルミホイル上から乗っけて蓋をするまではいかないけど、ちょっとこう蒸すような形で焼いてたんですけど、あれだとやっぱどうしても破けちゃって中の肉汁がこぼれ出ることが結構多かったんですよ。なので途中で焼き方変えてて、もう蓋もすることなく餃子並べて、ちょっとたっぷりめのお湯、餃子がギリギリかぶらないかなぐらいの、そんぐらいのお湯を加えて、もう蓋もせずにそのまんま煮込むというか焼くっていうやり方にすると餃子が破けませんでした。だから最後らへんはね、もう全部の餃子にパンパンに肉汁が詰まってて、とんでもなくリッチテイストになってましたね。大量にラードを使いますので、もしそれでね、皆さんの体型が変わったとしても僕は責任は持てませんので、皆様自己責任でお願いしますっていうところかな。では次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。